こんにちは、さきです。本日はセルブのコスメでオレンジメイクをしてみました。ようやくセルブのポップアップやら何やらが落ち着きまして、セルブのアイテムを使ってコスメ動画を撮ることができました。最近は結構ピンクメイクが多かったかなと思うので、今回は夏本番に向けてよれないプラスヘルシーで夏っぽいキラキラ玉オレンジメイクをしてみました。仕上がりこんな感じでもうメイク後になってるんですけれども、最近私がハマってるメイク法になるので、ぜひ皆さん最後までよかったら見てってください。それではスタート。まずは前髪を上げるんだけど、どう上げるっていうハンギョドンの位置がかわいそう。こんな感じで始めていきたいと思います。まず今日使うのはすごい恥ずかしいセルブのクッションファンデーション。私は19番のアイボリーっていう色を使っております。アイボリーはちょっとピンク系のカラーになっていて、ピーチトーンのカラーなので結構明るめの色になります。なので、血色感欲しい人とか、肌がもともと明るめの人とか、ちょっとこう明るく顔見せたいよっていう方は19号がおすすめなんだけど、セルブのクッションファンデーションは結構明るめなので、普段19号使ってる方でも21でも全然いけるぐらいの明るさになります。使いすぎてさ、もうそろそろちょっとレフィル入れ替えられないとあれなんだけど、ちょっと出るか不安。こんな感じになってます。ピーチといってもそんなにめちゃめちゃ分かりやすいピーチではなく、さりげないピーチになってます。このクッションファンデーションのサイトのレビュー見てもらっても本当に分かると思うんだけど、マジで本当に神ファンですぎて、私は最近マジでこれしか使っておりません。なんかカバー力もあるのにめちゃめちゃ密着力が高いから、つけててね、すごくね、軽いのに綺麗っていう肌を演出してくれる。もともとこの肌なのかみたいな感じになります。今1回プッシュして、でも1回プッシュってもほぼ今入ってないから、ほんと軽めにつけただけでこんなにカバーされるの。こっちとこっち全然違うと思うんだけど、クマも綺麗にカバーされる。マジほんとつけてる感じがないというか、本当にマジで軽めのファンデになります。この小鼻のところとかもね、マジでほんと一瞬でね、しっかりね、埋まってくれるっていう表現が良くないかもしれないんだけど、綺麗にしてくれるんだよね。めっちゃ朝のテンションで、じゃあ始めていきますとか言ってるけど、もうね10時なのよ、夜の。一回化粧して落としてまた化粧してんのよ。なんだけど何回ねつけてもマジでこのテンション、このクッションはこのテンション、このクッションでもラッパーみたいなやつだこのクッションの使うとテンションが上がる。クッションファンデーション塗り終わりました。これ今ね、何もコンシーラーも塗ってないし、下地も塗ってないし、お粉も塗ってない状態でこの感じ。今ツヤツヤなのはさっきスキンケアをしたばっかなので、割とツヤツヤなんだけど、もう気持ちいい。本来はセミマットって感じかな。長時間つけててもこの潤いと密着力が続くっていう感じ。すっごいこれは一度試してみてほしいファンデーションです。これから夏なので、ちょっとテカりやすいところの T ゾーンにお粉をつけていきます。使うのはエスポアです。これはね、透明の普通のクリアなお粉っていうのを使っていきます。ちょっと柔らかめのこういうブラシでやるとより密着力が高まる気がします。小鼻のところとかほうれい線ね、このおでこのとこね。前髪ない人とかはさ、おでこ別にやんなくてもいいと思うんだけど、私前髪がさベトつくのが嫌だから、しっかりこのおでこの部分もこういう感じで振り払います。あと顎ね、こことさ、ここら辺がさツヤツヤだとさ、ちょっと汚らしく不潔感があるんだよね。だからテカらせるのはもうこことここだけ。この T ゾーンはなるべくテカらせないのがおすすめです。あと特に頬こけさんとか、ここがちょっとこけてて嫌だっていう方とかは、あんまりここをツヤツヤにしすぎると段差が分かっちゃうから、こうやってマットに埋めてった方が綺麗な輪郭になれると思います。はい、顔だけ白いって言われるからね、首にも塗ります。どうだい次、眉毛です。眉毛はエチュード使います。ごめんね、これね、転んで砂利に手をうずめてしまった結果こうなりましたっていう感じ。結構痛いんだよね。事故から1週間後って感じ。1週間後で結構やっと固まってきた。固まらしちゃいけないらしいんだけど、これにフォーカスするとよくないよね、これね。エチュードのやつ使っていきます。私が使ってる色はグレーブラウンっていうカラーを使っております。髪の毛結構暗めなんで、とりあえずグレーとブラウンいい感じでしょっていうことで使ってます。眉毛はいつも通りなるべく下を描き足すようなイメージで描いていきます。なんか YouTube 撮るの久しぶりじゃない？一緒に久しぶりです。一緒に久しぶりだよね、はい、メイク動画撮るのが久しぶりかもしれない。私マジずっとさ、眉サロ行ってないとか言ってたじゃん。多分数ヶ月行ってると思うんだけど、見事にまだ行ってないんだよねだから眉毛が一生整ってない状態で一生生活してるんだけど、非常に描きにくいっていう。今オフィスで撮影してるんだけど、10時なのにまだ残ってるスタッフの子たちが結構ちらほらいて、おいどんがシー
で鬼の剣幕で怒りに行ってた今。意外とちっちゃいんですけど入っちゃうんですよね。そうだよね、マイクの性能がいいからね、で今眉毛描き終わりました。後からまた眉マスカラ等々するんだけど、一旦シカトでこのまま進みます。ノーズシャドウは毎度のことながらデイジークを使っております。ウニントみたいなウニント204だって、海外のブランドのもの。ちょっと横長っぽい感じの平たいアイシャドウブラシを最近はノーズシャドウに使ってます。いろんなタイプのノーズシャドウのブラシちょっと使ってみたんだけど、私の入れ方的にこういう平たいブラシの方が入れやすいっていうことに気づいて、最近はこのアイシャドウブラシをノーズシャドウに使ってます。次この鼻の下、鼻のところはちょっとこう丸く見えるようにと、結構ここのねシャドウをね塗るか塗らないかでね小顔がね違うので、しっかりとここも塗っていきます。でもここってなんかちょっとちゃんと落とさないとニキビとかなんかそういう吹き出物みたいな荒れちゃったりとかするから、今夜は多分予定もないし、ちゃんとお風呂に入ってちゃんと顔を丁寧に洗えるなっていう時しかここには塗らない。雑になっちゃいそうだなっていう時はちょっとここには塗らないようにしてるっていう私のさじ加減。アイシャドウデレレンデレレン、マイミューズパレットの02番アフターグローというカラーになってます。ちょっと夕日が落ちる感じをイメージして作ったパレットになってます。メインカラーで今日使っていくのはこちらのカラーです。ちょっとテラコッタっぽい感じのオレンジのカラー。こういうシートが挟んでるの。このシートのフォントも可愛くない？多分捨てる人もいると思うんだけど、これすら可愛いんだよ、愛おしい。ここのタンっていうカラーをメインで使っていきます。結構これしっかり発色されちゃうから、一回ポンってやったらもう今こうやってやっただけでこんぐらいつくのね。だから結構こうなじませてからまぶたにのせて色味を調節してった方がいいと思います。一気にのせちゃうとね結構ねがっつりついちゃうので、もうこれが優秀なので3色使いでしっかりとまぶたにのせていきます。もう本当にこれちょっとのせただけでこんなに綺麗に発色する。私が球心よりも外側に遠心側に見せていきたいので、このサイドをちょっとこう横長めに、こっちの方が濃いように。逆に目を近く見せたい人とかはここから最初に一発目塗って、ここが一番濃くてこっちが薄いとかっていう感じで調節してもらった方がいいかなって思います。私はここの端が一番濃く見えるように塗ってあげてます。結構今ざっくりとオーバーに引いてるんだけど、後からここの上にハイライトのせた時にブレンディングできるので、まずは一旦こんな感じで単色で一発でまぶたを仕上げていきます。次にまた同じカラーで涙袋を囲っていくんだけど、これねこの間買ったんだよね。ザ・ツールラボっていうブラシ、涙袋用の丸めなブラシを使っていきます。これはもうニコッと笑ったところに全体的にのせていきます。これもマジでのせすぎるととんでもないことになるので、皆さん気をつけながらのせてください。目の本当にふっくらしてるところ全体に囲むようにのせてあげるのがヘルシーで可愛いと思います。超目の幅ね広がるからね、デカめになりたい人とか絶対もうほんと見て、デカっみたいな、デカっみたいな。中顔面短くしたい人とかにもすごい。その次にこれの一番下のこの濃い色をのせていきます。この色はオレンジの色を混ぜながらちょっとブラウン味を濃くしたっていうカラーなので、これとこの相性が抜群な感じになってます。で細めのブラシ、これはちょっとどこのだか知らない。私はこの黒目の下ら辺にちょっと引きます。さらにちょっと目の重心を下に下げるようなイメージ。ほんとまつげとまつげの間の際の部分に引いていきます。結構濃く見えると思うんだけど、後でラメのせたりとか涙袋描いたりとかするので大丈夫です。このまま同じ色使ってこの目の際に塗っていきます。私はこっちの目の方がちょっと幅が広くって眠そうなので、ここは濃く塗ります。目頭の部分ね。こっちはさりげなく。まだシャドウ塗るんだけど、一旦アイラインに入ります。使うのはデジャブ。これ粘膜に引いていきます。粘膜に引いたら、最近私ちょっとつり目の目尻が好きなタイプでして、目をつり上げていきます。結構私は雑なので、もう一気にこんな感じで上げていきます。これよくさ、コツなんですかとか言われるんだけど、マジでこれは練習あるのみだと思います。でもやっぱ自分のさ目のさ角度とかがさそれぞれ違うからさ、自分に合ったつり目って言っても一つじゃないから、自分に合ったここの角度っていうのかな、私上げすぎると変だから一回下げてからギュインって上げてるので、それがもっとギュッてなってる方が似合う人もいれば、もっと下げてからこういった方がいい人もいるし、そこはもうねさじ加減で、うわこの顔の角度盛れるわみたいな、このラインの角度盛れるわみたいな角度を見つけていった方がいいと思う。結構こうやって目つぶるとね、ここ太めなんだよね。太めに描くのがおすすめ。
お水。セレブのローンチパーティーの時にこちらファンの方からいただきました。ありがとうございます。オフィスで毎日使ってます。これ 750ml 入るから3、7、20、そう3回飲めば2リットル以上お水が飲めるっていう最高な。バイバーイ。バイバーイ。自由なの。3回飲めば2リットル飲めるっていう最高なマグカップじゃない、タンブラー。続きましてハイライトに移ります。ハイライトは眉上はこちらのクレドポーを使っていきます。ここの眉上だけこうやってやっていくんだけど、この時点でね、さっきちょっと濃いなって思ってもいい感じにハイライトとオレンジシャドウが馴染んでくれるので、全然最初は濃くやっちゃっても大丈夫。結構こういうさオレンジ系とか色味のあるカラーメイクをするときは眉上をちょっとふっくらハイライトでこう明るく見せてあげた方がまぶたが綺麗により光が入るような感じで可愛く見えると思います。涙袋を移ります。リリーバイレットです。これを全体じゃなくてここの目頭のここ見えてる、ここに塗ります。この黒目の手前で止める。超キワキワに塗る。これを塗った後にセレブのシャドウのこの細かいラメのところね、ラメに2種類作ってて、細かいラメとこっちがざっくり大きいラメなのね。こっちはちょっとパウダリー系のテクスチャーのラメになってます。なのでハイライトに使ってもらったりとかしても大丈夫。結構ね粒子が細かい系になってて、こういう感じのちょっとツヤンツヤンってするような若干ゴールドっぽい感じのオレンジメイクに合うようなカラーになってます。これすごいツヤツヤしてるでしょ。ここの鎖骨とかに塗ったりとかしてもすごい綺麗だからとっても便利なの。ここに重ねます。そうするとギャンギャン目に光が入る。こんな感じになります。続きましてこれはセレブのじゃないんだけど最近買ったペリペラのシャドウです。これね韓国で買ったんだけどオリーブヤングで新作になります。02番を使っていきます。このハーティーの外側の縁の部分だけ使っていきます。自分のさブランドを立ち上げてからさセレブ以外をさ使うのってどうなのかなっていろいろ考えたんだけど、結局やっぱ私コスメオタクだからこそコスメをブランドを持とうっていう風になったわけだし、いろんなコスメを知ってこそさらにいいものが作れていくんだろうなって思ったのと、あとみんな多分セレブだけじゃなくていろんなメイクを見たいわけじゃん。だからこれからセレブのアイテムと他のブランドのアイテムとミックスしながらいろんなメイクをなんか届けていけたらなって思ってます。今日はちょっとセレブだけじゃなくて他のもの買った新作のものも織り交ぜながら紹介していこうと思います。きっと多分セレブだけ使ってるとさ、なんか自分のブランドのものだから宣伝してるんでしょって思われるのもすごいさ尺じゃん。本当にいいから使ってるのに。なので私はミックスしてこれからも使っていきたいと思います。これは目頭用にしてます。最近この女神スポットマジどこのですなんのんどこのですのんですごい惹かれるんだけど、ペリペラのこれを使ってます。セレブの細かい方の粒子のやつでもいいんだけど、あれがちょっとイエローゴールドっぽい感じのカラーで、私はここギャンギャンにしたいから真っ白系がいいので、昔の辻ちゃんみたいな感じになりたいので私はこの色を使ってます。ちょっと塗っただけですごい目に光入るでしょ。これとこのコントラストが最強なの。シャドウ終わったんだけど、私が一番見せたいこの超何百回も頑張って作ったラメをのせていきたいと思います。マジみんな絶対もうびっくりするからちょっと見ててほしい。これはねあんまりねこすらないでこうやってのせて叩いてのせていくのが本当にビューティフルだから絶対にのせてってほしい。こうやって指でトントンとこうやってやっちゃったらねラメがねいなくなっちゃうから、こうやってやった方がより密着力が高まります。美しいラメを光り輝くラメ、これ大小の細かいラメをミックスしているのと、どの角度から見ても綺麗に光るように本当に様々な種類のラメをミックスしているの。このアフターグローの方にはオレンジ系とゴールド系とイエロー系のものをミックスしてラメを作ってるから、このねワンパレットでねすごく統一した顔になれるっていうのがこのいいところです。個人的には全体にのせたいんだけど、まぶたの開いたところのここにのせるのが一番。そうすると二重がこうやってなってるからさ、まばたきをするたびにちょっとここが動いてキラ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 って光るの。だから折り込んでるところにいっぱい塗るっていうよりかは重なってる二重のラインのところに中央に塗ってあげた方が自然に常にキラキラするみたいなっていう私の研究結果です。超綺麗じゃない？どうおいどん？めっちゃ綺麗です。ビビるよねこれ。これマジで感動しました私。マジ感動したよね、はい、私も毎回感動するの。これは後からまた他の部分にもハイライトとして使いたいので、またちょっと後ほどっていう感じで先にチークを塗っていきます。今日使うチークはオレンジはねマーマレードっていう03番のものと
とパンプキンっていう04番のものが2色ご用意がございまして、こっちがマーマレードでこっちがパンプキン。こっちのパンプキンのがより濃い感じで、こっちの方がちょっと春っぽい感じというかお花っぽい感じのガーリーな感じになります。でこのブラシも最近買ったフィリミリで買ったやつなんだけど、このチークブラシマジ良かった。柔らかくってこれマジで発色全然違う。すごくねポイントでつけるのにおすすめです。今日はマーマレードの03番を使っていきます。私はオレンジメイクは、大体のメイクそうなんだけど、でも特にオレンジメイクは結構濃いめに横長にのせるのが好きです。かわいいかわいい、可愛くない？こっちの方がちょっとよりイエローっぽいっていうのかな、可愛らしい顔になる。待って、すごいさ、ライトで飛ぶのがすごい残念。わかるかな？肉眼ではすごいさついてるんだけどさ、繊細な色すぎてライトだとわからない。ベースにそれ塗ったら今度こっちのパンプキンをのせていきます。これは全体じゃなくってちょっとこの中央部分にポン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 。私はここ鼻のところにもこういう感じでのせていきます。あと鼻のここね。03番のこういう薄いカラーをここにちょっとだけ眉間の下かなにのせてあげると、鼻がちょっとこう高く見える、中顔面が下がって見えるのかな、ここからちょっとこうぶった切られる感じで視覚効果でちょっと小顔に見えるので、私はよくやっています。さっきハイライトのせるって言ってたと思うんだけど、このラメを目の下にのせていこうと思います。このハの字の部分に今日はオレンジメイクで明るめな夏って感じのメイクをしたいので、ラメは多めにつけていきます。そうするとこうやって動いた時とかもちょっとここがラメっとする感じ、このラメだけでこんな感じで綺麗にツヤツヤになってくれます。で頬のハイライトいきます。頬のハイライトもさっきのこのペリペラのこれ使っていきます。割とオレンジメイクする時はそんなにツヤっとすぎない方が可愛いと思うので、さりげなくここら辺にいきます。私最近ここにシミできたの、新しいやつ、お乳のシミ、ピコスポットもう一回受けに行ったのね。今まで人生で2回目なんだけど、この間受けに行ったのが。そしたらさ、多分さ、もともとあったものがさあらわになってきたのか何なのか分かんない、寒波なのか分かんないんだけどさ、それがなんか出てきちゃったんだよね。だからもう一回何かねレーザーしに行かなきゃいけないのっていうただの愚痴。続いて鼻のハイライトも同じの塗ってきます。最近はね丸めじゃなくて横に長くこうやって引くの、ちょっとベチャッっていう鼻に見えて可愛い。逆にここは一本筋みたいな感じでちょっとさりげな。マイマスカラ忘れてた、どうでもよすぎて。マイマスカラはいつも使ってるどうでもいいやつ、どうでもいいやつっていうかすごい優秀なんだけど、これ私にとってはどうでもいい、何の色でもいい。でも特段合うね今日この色、オレンジメイクだから。どうせ色なくすんだけど。乾かしたら後でパウダー塗ります。シェーディング&B です。こっちの方が私は顔が歪んでて長いので、こっちをここら辺までやって、こっちはここら辺までです。&B 塗り終わりました。&B 塗った後に最近はさらにこれを塗ってます。どんだけシェーディング塗んねんって感じ。でもシェーディング大好き。これはここってよりかはここにこうやって塗ってます。で余ったのでちょいよんってやっておしまい。次がやっとまつげ。ライター？ライターがないとまつげが上がんないでますね。ライター。あ、いったー。まつげを上げていきます。まつげパーマじゃなくてなんだっけ、つけまつげをつけるのでベースを上げていきます。はい、使うまつげはごめん汚くてダイヤモンドラッシュ、ドンキで買ったやつ使います。あ、ダメだ、これクソなんだ。クソとか言っちゃダメ。ピンセットがね固まってしまうとねまつげをうまくつけられないので、ピンセットチェンジ。これはつけまつげの動画をみんな見てほしい。はい、こんな感じでまつげがつけ終わりました。目尻が 12mm、11mm でこっちも12、11mm っていう感じになってます。で下まつげ塗ってきます。使うのはキャンメイクです。こんな感じです。目尻は最近はね描いてるから後で描いていきます。でこちらの竹串で燃やします。ファイヤー下げます。とにかく下げます。そしたら今目頭側しか塗ってないので、この目尻側はアイライナーで描いていきます。これ超ね私は雑。3本描いていきます。あんまり綺麗にならなくてもなんとなくシャドウでごまかせばいいので、もうテンションで下にこういう感じの角度で描いていきます。さっきの最初のお粉で眉毛をなくしていきます。色のっけて、あとはここら辺をちょっと叩いていく。
シェーディングをぼかす。そしたらようやくリップに移りたいと思います。リップはまずはこれのここの色で縁取ります。ほらこれだけでさ結構さオーバーリップになったでしょ。最近もうメガモンスター流にバーンってなるのが好きなのでこのくらいオーバーにしていきます。使うのがメルティングフィルムリップの03番のカラーを使っていきます。薄めの方のオレンジです。超綺麗だよ。こんな感じです。でこのままでももちろんいいんだけど、今ちょうどリップグロスを試作中でございまして、このねオレンジにとっても合う、これサンプルだからこんなちょっとパッケージなんだけど、このオレンジに合うグロスを今開発中なのでこれをつけていこうと思います。これだけでも結構ツヤになるんだね。今リップオイルを作ってるのね。リップグロスだけじゃなくてリポグロスってなんていうの、リップオイルのグロスを作ってて、ちょっとオイリーな感じ、取れにくいやつを使ってるの作ってるの。この中央だけに塗るのがおすすめ。弱くないこれ。これでいて取れにくいの。超可愛いでしょ。単色でつけても可愛いし、重ねても可愛いし、キンキラウルールみたいな感じになります。こんな感じでいいのではないでしょうか。なんかちょっとラメ足したいなみたいな気分になってきちゃった。ギャンギャンにしちゃおう。頬にもつけちゃったりして、鼻にもつけちゃったりして。かわいい。なんか可愛すぎていくらでもつけれちゃう。ということでメイクが完成したので髪の毛をやっていきたいと思います。では前髪を巻いていきます。今ねカラフルな韓国で買ったピンをつけておりまして、こっちの髪はねもうね自分でねもともとやってたので前髪だけ整えます。前髪今1ヶ月半ぐらい2ヶ月ぐらい伸ばしてるんだよね。結構長いの。前髪伸ばしてみようかななんて最近思っちゃったりしちゃって。曲がった長めだからさ薄くしないとさ。このね前髪今もっと厚いからこの両サイドにねこうやってここでピンで留めてちょっと量を減らしてお送りさせていただいてます。オイルつけます。これ持ち歩いてるやつ大きいのも持ってるんだけど、やばい、ポーチに入れてたらなくなりすぎて、なんだっけ私が使ってるやつあるじゃん、N から始まるやつ。韓国購入品で買ってる。そうそれのちっちゃいやつがついてたのよ。そのオイルを使っていく。私のポーチマジブラックホールだからなんでもあんだよ。いついかにどんな急な撮影が入っても大丈夫なの。こんな感じでなんかちょっとうざったいぐらいな感じにしとこうかな。ドンキで売ってるさやつあるじゃん。ここね見えるか、毛中でちょっとおにょんちゃんみたいにして前髪完成しました。はい、ということで髪の毛も完成しました。いかがでしょうか。今日はどっちかというと夏に向けて明るいみたいな感じのオレンジメイクにしてみました。もともと斉藤咲といえば多分オレンジメイクのイメージすごく強かったかなと思うし、一番最初 YouTube 始めた時もオレンジメイクから最初にやってたんだけど、やっぱ元祖斉藤咲のオレンジメイクっていう感じのメイクをしてみました。今日使ったのはセルブのこちらの03番と04番のチークをミックスして使ったのと、シャドウはこちらのマーマレードを使っております。今日はねいつもよりもキラキラマシマシな感じにしてみたのと、結構オレンジで甘めな感じのメイクの仕方だったので、最近私がハマってる羽上げライン、これのやり方すごいね教えてってメイク動画出してくださいっていうコメントがすごい最近多かったので、このミックスで甘辛な感じのメイクをしてみました。リップもねこのね03番を今日使ってるんだけど、これに今試作中のリップオイルを重ねてつけてるっていう感じなんだけど、リップオイルが結構色薄めなので、まあほぼほぼこれのベースの色が引き立ってるかなっていう感じのメイクにしてみました。ぜひオレンジメイクこれからするよっていう方はぜひ参考にしてみていただけたらなと思います。今回はオレンジメイクだったんだけど、また今度はピンクメイクの方を紹介していきたいのと、このオレンジパレットもすごいいろんな使い方があって、このオレンジパレットだけじゃなくてこのチークでアイシャドウ代わりに塗ったりとかしてまた違うオレンジメイクとかも楽しめたりとかもするので、またこれからセルブのコスメと、いろんなコスメ使いながらいろんなメイクを紹介していけたらなと思います。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお待ちしてます。